藤原でございます。今日も仮想通貨ニュース読み上げてビットコイン、イーサリアム、ハーモニー、そしてニアプロトコルのチャート分析をしていきたいなと思います。このチャンネルでは仮想通貨や株などについて毎日配信してますので、投資に興味がある人やお金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録をしてみてください。はい、じゃあ今日もね、ニュース読み上げたいなと思います。今日から仕事始まりの人も多かったと思いますが、僕もね、そろそろ、年末年始モードから、いつもの、状態に持っていこうかなと思ってますが、なかなか忙しくて、撮る時間が遅くなってます。まずね、日本のニュースです。スクエア・エニックスがね、年頭書簡を発表して、その中でブロックチェーンゲームなどの分散型ゲームも、ポートフォリオに組んでいきたいと言っていたと。分散型ゲームについて、ゲームで遊ぶことを純粋に楽しんだり、エコシステムに貢献したり、プレイトゥーアーンで、稼ぐということも挑戦したりというね、こともやっていきたいということです。スクエアエニックスといえばね、ファイナルファンタジーとかドラゴンクエストとか、RPG が特に強い、ゲーム会社なので、できればファイナルファンタジーみたいにね、なんかそう、ファンタジー系のね、その長くやり込み要素がある、ゲーム作ってほしいなと思いますね。ブロックチェーンのね、やってほしいと思ってます。ということで、これはゲームファイを盛り上げるためにいいニュースなので、この記事もポジティブにしたいなと思います。じゃあ次が、また日本のニュースなんですけども、日本の人気 NFT ゲームのマイクリプトヒーローズが、ポリゴンと戦略的パートナーシップを提携しましたということです。マイクリプトヒーローズレイズマイニングっていうのは、新しいユーザーがマイクリを始めてプレイして報酬を得る際に十分な額のイーサリアムが必要になるけども、高額なイーサリアムを用意しなくても、新規ユーザーが、マイクリをプレイできる仕組みを、指すということで、具体的には新規ユーザー向けに新たな NFT の MCH ソウルを提供すると同時にノードソウルと呼ばれる新たな専用モードを MCH ソウルホルダー向けに提供すると。で、ノードソウルをクリアした際の報酬として新たな MCH ソウルを生成する際の材料として、レイズというトークンを設置していると。いずれのトークンもポリゴンのブロックチェーン上で発行されるってことで、注目を集めてるんですけども、この MCH トークンっていうのとレイズトークンが、海外の大手取引所の MEXC に、上場するということで、海外のね、仮想通貨市場ともリンクしているので、この関係の、コインも上がりやすくなるんじゃないかなと思います。だからポリゴンと、MCHC とレイズですね。この辺もちょっとね、ゲームファイのコインとして注目してもいいかなと思います。この記事ももちろんポジティブですね。じゃあ次が、ユニスワップの計画が発表されました。2022年の計画。ユニスワップは2022年に累積の取引高が1兆ドルを超えると。115兆円ぐらいを超える予定だということで、手数料がね、イーサリアムベースだと高くなってしまったので、最近は、ポリゴンとか、アービトラムとか、オプティミスムとも統合したことによって、ガス代を下げることに成功しているということなんですけども、取引高はそんなに上がってるっていう感じでもないみたいなので、ね、最近デックスはなんかそこまで伸びてないという、一応右肩上がりであるけど、1年ぐらい前のね、パンケーキスワップの伸び方に比べたらそこまでは盛り上がってないという感じだと思いますが、取引高は去年よりは増えるだろうという予測をしているということでした。2022年も DeFi のイノベーションを主導していくというコメントを見せているそうです。この記事はもちろんポジティブですね。じゃあ次が、エルサルバドルの大統領が2022年のビットコインについて6つの予想を掲げましたとかね。大統領がビットコインの予想しちゃうっていうのがすごいですよね。まずビットコインの価格が10万ドルには到達すると。1100万に到達すると。あとは、さらに2カ国がビットコインを法定通貨にするだろうと。中南米とかもやりそうだよね。アフリカとかね。あとは、今年のアメリカ選挙における要点の一つになるだろうと。
4番目が、ビットコインシティの建設が開始される。これは、エルサルバドルが、主導しているやつですね。5つ目が、ボルケーノボンドへの申し込みが殺到すると。ボルケーノボンドっていうのは、ビットコイン債券というもので、ビットコインシティの予算を確保するための手段として、1100億円分の債券をね、エルサルバドルが発行しているんですけども、これが、申し込みが殺到するんじゃないかと。世界中からね、と言っていると。で、6つ目がビットコインカンファレンスで大きなサプライズが発表されるということで、いろいろ予想を立てているとね。10万ドルっていうところは手堅くね、上がってくるんだと思います。で、こういうエルサルバドルの大統領自らがビットコインについて言及するっていうことをやっていけばね、他の国にも、ビットコインをね、法定通貨にしようみたいな動きもあるかもしれないので、明るい記事だと思います。はい。じゃあ今日もね、ビットコインからチャート分析いこうと思いますが、ビットコイン47,200ドルぐらいで、あんまり値動きはないです。まだ年始始まったっていう感じではないですが、でも今撮ってる時間ぐらいからね、アメリカでは、そろそろ株式市場も動き出している頃なので、そろそろね、ちょっとその2022年の市場みたいなのが、始まってくるのかなとは思ってます。チャートはね、こんな感じで、ほぼ値動きないです。年末からずーっと横横、この47,000ドル付近で横横してる状態なんですけど、僕が見てるのはこういうね、ダブルボトムに形成したら、52,000ドルぐらいまで戻ってきたら、一旦6万ドルぐらいまで戻しそうだなと思います。こっちの、ずっと見てた上昇トレンドラインの裏タッチみたいな感じの値動きはするかなと思います。それか、もう一回上げて、もう一回下げてみたいなね。トリプルボトムみたいな感じだと思います。47,000ドルのところは結構硬いので、ここを今から割ってくるって感じには、ちょっと見えないかなと。今週とりあえず一旦また52,000ドルぐらいまで上に上げてきてから、また下がるのか、さらに上げるのか、みたいなね、そういう展開になるかなと思いますので、十分にね、おしめ買いしていいポイントかなと思ってます。長期ロング入るのもいいし、現物を買うのもいいかなというふうに思ってます。はい、ビットコインはそんな感じです。じゃあ次がイーサリアムです。イーサリアム3,700ドルぐらいで、横横した状態であんまり変わってないですね。この辺の主要なアルトコインもあんま変わってないですね。3,800ドルか。3,800ドルでちょっと上げたけど、どうかな。今日ね、ビットコインより一応アルトコインの方が強いんですけど、このウェッジをとりあえず見といて、ここを上抜けたらちょっとね、上げそうかなと思うけど、しっかりここを上に抜けてくるまでは、このじわじわ下がってくる相場が続いていくかなと思ってます。でも一応、そうね。ちょっとまだ何とも言えないって感じね。でも、おしめとしてはいいと思いますので、この辺でちょっと買っていくっていうのはね。イーサリアムも、この辺でおしめ買いしたりとか、長期ロング、バイビットでやってみるとかいいと思います。はい。じゃあ次、ハーモニー行きましょう。ハーモニーが今日ね、15% ぐらい爆上げてますので、引き続きちょっとやっぱ強いですけど、ハーモニーはこういうね、下落トレンドラインをしっかり上に抜けてきたので、今から最高値を更新すると思ってます。今ね、0.32 ドルなので、最高値が、0.37 ドルってことで、あとね、1割、10% ぐらいのところに来てますね。で、ちょっと心配なのは、ただ RSI はね、もう70ぐらいにタッチしてしまっていますので、もうちょっと上げたところが最高値付近で一旦利確してもいいのかなと思います。このままね、猛烈に上げてくるってことはないと思いますね。最高値付近とか、一旦ちょっと最高値更新したのに、一旦このね、この下落トレンドラインを裏タッチするような場面がありそうなんで、ハーモニーをこのままこう上昇トレンド乗れた人は、ぼちぼち一旦利確して、下落ちたところでもう一回拾うとかでもいいのかなと思ってます。ちなみにハーモニーは、ワンって書くんですけどね。ワンって書くんですけど、バイビットとかバイナンスで買えるので、欲しい人は買ってみてください。今この辺が強いです。で、もう一個今日やるね、ニアプロトコル。これも強くて 15% ぐらい1日で上げてます。今ね、17ドルぐらい。で、こいつも、この間ヒゲでつけた最高値、これを更新しそうになってますね。こういう下落トレンドラインを上に抜けてるので、ここから強い上昇来そうだなっていう風に見てます。
こんな感じでね、猛烈に上げてきて、最高値更新しますって感じでね。で、RSI はまだ70いってないので、もうちょっと上に行けそうかなと。今65ぐらいなんで、70超え、80とか付近ぐらいまで、この辺みたいな感じで上がってきそうなんで、ニアの上昇乗ってる人はもうちょっと上がってきてから、利確するのがいいのかなと思ってます。これ強いですね。これもバイビットとかバイナンスで買えるので、興味を持った人はそれで買ってみてください。はい、というわけで今日もね、仮想通貨のチャート分析してみました。今日の動画役に立ったって方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンをお願いします。そして、1月11日に僕の初めての図書が発売します。もう間もなくですね、本当にもう今週になりましたけども、2022年の藤原式仮想通貨戦略っていうね、限定コラムを読むためには、事前予約をね、Amazon でするっていうのが必要になりますので、今年もね、仮想通貨投資やるって人はぜひね、動画の説明欄、または、コメント欄にあるリンクから Amazon で予約してみてください。1650円かかって申し訳ないんですけど、投資だったらすぐね、取り返せると思いますので、ぜひ買ってください。そして動画の説明欄に僕がおすすめしている仮想通貨取引所を紹介してますので、ざっと見て持ってない取引所があったりとか、仮想通貨もらえるようなね、取引所もあるんで、登録をしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。また明日。仮想通貨投資をやるなら、動画の説明欄にあるバイビットも必ず使った方がいい取引所になりました。もともと世界第2のデリバティブ取引所として FX がメインだったんですけど、最近は40種類以上の仮想通貨の現物取引もできるようになりました。将来的にはね、バイナンスと肩を並べるような総合的な世界トップクラスの取引所になるらしいです。入金方法は、他の日本の取引所から仮想通貨で送るっていう方法ができるんですけど、もう一つは、KYC 認証、本人確認をすればクレジットカードで仮想通貨を購入できるというシステムを導入しているので、日本の皆さんもとても使いやすい取引所になっています。しかも、バイナンスよりね、手数料が全体的に安いので、僕は結構バイビットを、メインとして使っています。ぜひ動画の説明欄から登録してみてください。いろんな仮想通貨をトレードしてみたい人はシンガポールの取引所のビットゲットもおすすめです。ビットゲットは世界第5位の大きな取引所になっていて、50種類以上の仮想通貨の現物取引と20種類以上の仮想通貨の FX 取引ができます。特に FX 取引は上級者のトレードをそのままコピーするっていうコピートレード機能、コピトレがあって、それがなんとね、ワンタップでできるっていうのが便利です。動画の説明欄のリンクから口座登録すれば500円相当のドルがもらえるのと、手数料が永年 10% オフになります。そして、初めて入金した人は 5% のキャッシュバックがあって、最大ね、5500円分の US ドルテザーがもらえます。ぜひ登録してみてください。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。藤原の YouTube メンバーシップでは月990円で週に1回の投資に関するコラムを投稿しております。そして、月に1回僕に質問ができる質疑応答動画も投稿してますので、ぜひ入ってみてください。そして Twitter や Instagram の方でも投資に関する話や僕のプライベートなども投稿してますので、Twitter と Instagram ぜひフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。